講演依頼 .com 新聞 J です。今日は、コピーライターのですね、中川亮さんにいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。りょうはい。です。よろしくおよろしくお願いし願いします。ます。中川さんのプロフィールだったりとか、そういったところは、知ってる方もご存知かもしれないんですけども、改めてご自身の方から自己紹介をお願いできればと思います。はい。中川亮と申します。恥研究家っていう肩書きと、コピーライターという肩書きの2つで、活動をしています。恥研究家って何なのっていうふうに思われると思うんですけど、去年ですね、このいくつになっても恥をかける人になるという本を書きまして、そこからずっとその恥っていう感情について、いろいろ研究をしているという感じです。で、コピーライターの方は、広告代理店に勤めながら広告の企画だったりとか、あとは実際にコピーを書いたりとかっていうことをしていたりします。はい。で、講演の内容なんですけれども、恥っていうものじゃ何なのっていう時に、なんか僕がいつも思っているのは、こう自分の行動を妨げるのは、こう自分の能力じゃなくて、その自分の中の恥ずかしいっていう感情なんじゃないかっていうふうに、いつも思っていて、なのでその一見ネガティブに見えるその恥っていう感情を、なんかちょっとこうポジティブに捉え直すことができれば、こう新しいことにこうチャレンジしやすい、ある種体質になれるんじゃないかっていうふうに考えていて、で、例えば、こう、今恥ずかしいって感じてるとしたら、それは新しいことにチャレンジできている証拠なんじゃないかっていうふうに思うと多分ちょっとポジティブに見えるかなとか、もっと言うとその恥ずかしいっていうふうに感じる感情っていうのは、こうチャンスの目印になるみたいな、なんかそこまでいけると、もっと、今恥を感じてるんだったら、自分は前に進んでるんだっていうふうに、なんかこうポジティブに変換できるかなと思ってて、なんで僕はその迷ったら恥ずかしい方を選ぶっていうことができると、今までの自分とは違う自分になれるんじゃないかっていうふうに、考えています。講演で依頼いただく内容っていうのは大きく3つあるんですけど、1つはこう自分らしく生きるために恥から自由になる方法みたいな、その自分自身の恥にフォーカスした、お話っていうのをすることがあるのと、二つ目は、こう心理的安全性ということ最近言われると思うんですけど、こうみんなの心理的安全性を高めて、恥をかける環境を作るためにはどうしたらいいかって、そのチームの恥とか、こう他人の恥にフォーカスしたお話っていうのが二つ目。で、あとはその本業である広告の中で培っているコンセプトワークだったりとか、プレゼンテーションの仕方みたいな、お話をするっていうことが大きく三つ目ですね。なので、そういうお話をしつつ、ワークショップをその講演の中でやるんですけど、こう、個人の恥と他人の恥を同時に理解するとか、あとはこう、上司の人と部下の人によって、その立場によって違う恥は何なのかを理解するとか、あとこう、部署によって違う恥を理解するとか、そのなんか自己理解と他己理解っていうのをワークショップの中で、することで、よりその後仕事がしやすい環境にできればなというふうに考えて活動をしています。はい。ありがとうございます。恥の研究をされることになったはい。きっかけってどういったところだったんでしたっけ？やっぱりその広告の仕事、僕今12年目、会社入って12年目なんですけど、広告の仕事ってある種その恥にまみれてるって僕は思っていて、それ何かっていうと、自分の考えたやっぱ企画を人に見せるとか、自分の考えた企画を自分よりもキャリアのある、例えば映像の CM の監督に説明してしなきゃいけないとか、逆にその監督から上げてもらった絵コンテとかに対して、自分からこうフィードバックしなきゃいけないみたいな瞬間っていっぱいあって、その瞬間にいつも自分の耳の中でもう一人ちっちゃい自分が、君にはまだ早いとか、君は能力が足りないみたいなことをやっぱりこう囁きかけるんですよ、いつも自分に対して。それをこうどう振り払ってやめろやめろみたいな。それでこう自分で自分の背中を押して、こう前に進んでいくかっていうことの連続だなっていうふうに本当日々感じていて、そのなんか恥っていうものともうちょっと仲良くできると、仕事自体も楽しくできるし、自分自身の可能性っていうのをもっと広げていけるんじゃないかなっていうのはここ数年ずっと考えていたことではあって、じゃあその恥っていうのをどうやったら友達にできるかっていうのをずっと考えてたら本になったっていう感じなんですよね。
そういう流れなんですね。はい。いや、でも私も最初この書籍、あの、読ませていただいたありがときに、とうございます。はい。そうですね。はい。そこにフォーカスする斬新さをね、すごく感じて、うーん。確かにおっしゃる通りだなとか、うん。恥をチャンスのその指標というかね、はい。そことリンクさせて考えるっていうことで、なんかすごく行動もポジティブにあるなっていうふうに思ったので、ありがとうございます。そう言っていただけると。で、でこの前、弊社の方でもですね、ご講演実施いただいたところは、はい。食品関係の会社様で、で、そこの一つの部署の、若手社員から、はい。ベテランの方まで、視聴していただいて、実際にその時はリアルでやっていただきましたけど、そはい。の時はワークショップとかそういったものも入れてお話しされてましたよね。あ、そうです。なんで、ワークショップの中で結構意外とその自分の恥ずかしいこととか、普段自分が仕事で、これができていないことみたいなのを自分で他人に説明することって意外とないと思うんですけど、ワークショップの中では、自分が今何に対して恥ずかしいと思っているか、で、その原因になっている理想の自分って何か、で、それに対しての、アクションプランを、ある種他人にアドバイスするように無責任に書き出してもらうんですよ。で、それを自分で見返したときに、どう思うかっていうことと、あとそれを他人に説明してもらうんですよね、みんなの前で。そうすると、自分はここに対して、ある種コンプレックスだったり恥ずかしいって気持ちを持っていて、でもこうすればいいっていうことを、実はもう分かっていると。要するにアクションプランを書き出せるので、じゃあそれなんでできてないんだっけっていうと、やっぱりそれを邪魔している理想の自分がいたりとか、こう見られたい、頭がいい人だと思われたいとか、なんか誰にも優しい人だって思われたいとか、ある種そういう理想の自分が自分を縛っちゃってる瞬間っていうのはやっぱりあって、で、じゃあそれについて何をしたらいいかっていうのは分かってんだけど、それができてないのはやっぱり恥ずかしいっていう気持ちが原因だから、これを一回理解して他人にさらすことで、じゃあ次からは一歩踏み出しやすくなるかもね、とか、あとは、部長そんなこと恥ずかしいと思ってたんだ、とか、なんかそういう、意外な一面みたいなのをお互い晒し合うことで、みんななんか最後は、肩組むじゃないですけど、お前も意外といいやつだな、みたいな空気になってたのが僕自身もやってよかったなって毎回思える部分ですね。うん、すごくチームとしての一体感が生まれたっていう、そういう感想もいただいたので、はい、よかったです。そういう、なんていうかな、部署ごとで、はい、そういうなんか階層が全然違う方で一緒にやってご講演いただいてもいいと思いますし、はい、いろんな方にね、お話いただけると思うんですけど、はい、中川さんが講演をする中で、お伝えしたい、大事にしているポイントっていうのがあれば、ぜひお伺いしたいんですが。誰しも恥ずかしいっていう感情って思ってて、で、それをある種なんですかね、昔から恥ずかしいからやめなさいとか、例えば子供の頃にそう言われたりとか、なんかその恥っていうものがやっぱりネガティブなものだっていうふうに思ってる人っていうのは多分ほとんどだと思うんですけど、なんかそれを僕の講演だったりとかきっかけにちょっとでもポジティブな一面があるんだとかっていうふうに見えることができると、日々の本当些細なことだと思うんですよ。ちょっと迷ったら恥ずかしい方を選ぶって。でもそれが、その積み重ねがなんか5年後、10年後に自分の人生を変えてくれたりとか、するんじゃないかなとは思っているので、なんかそういうきっかけになればいいなというふうに思ってます。ありがとうございます。そしたらですね、最後に、はい、中川さんの講演を企画検討されていらっしゃる方がいらっしゃると思うので、はい、そういった方に向けて後押しのコメントをいただければと思います。講演させていただくときには、本当にいくつかいろんなパターンがあると思うんですけど、その部署の中でやるパターンもありますし、あとは人事とかの方にお声掛けいただいて、部署をまたいでやらせていただくとかもあって、そうすると他の部署はこういうことで悩んでるんだとか、他の部署の人はこういうことがお気にしてるんだとか、なんかそういった横串での作用っていうこともできるかなというふうに思ってます。なんでいろんなパターンに対応できますので、ぜひ一度ご相談いただければいいかなと思っております。はい。ではぜひ中川さんの講演をね楽しみにしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。皆さんと会えるのを楽しみにしてます僕も。